んにちは、モネです。今日は100円均一のセリアで購入した6リングバインダーで作る紙物収納手帳の作り方を紹介していきます。今回は既製品の組み合わせなので難易度は星1つ。制作時間は収納手帳を作るだけなら開封してセットするだけなので5分で終わります。紙物の整理なども合わせたら15分ほど。ちなみに制作費は600円でした。フレークシールやバラバラになった紙物など保管に困っていた人は動画を見ながら一緒に作ってみてください。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。収納手帳を作るにあたって購入したものや用意したものをまず紹介していきます。まずは元になる本体。この手帳ですね。セリアでも人気の高い6リングバインダーを買いました。ちなみに使っていてちょっと私は残念ポイントが2つあるんですけど、バインダーの開け閉めがちょっとスムーズにできません。ちゃんとしたものに比べてコツがね必要なところがまず1つ。そして表紙の硬さがちょっとねもっと硬い方が個人的には好きだななんて贅沢を言ってみます。でもやっぱね100円でこんなしっかりしたバインダーが手に入るんですから100均ってやっぱすごいですよね。そして紙物の収納するポケットに専用リフィルを4つ購入しました。ジッパーケースリフィルの黒とカード収納リフィルで蓋式3段リフィルと蛇腹3ポケットリフィル、この4つを買いました。そしてマステを小分けにして巻く用の園芸ラベルを購入しました。園芸ラベルはちょっとセリアからねお家に帰ってきてから買い忘れたことに気づいて Amazon で追加購入しました。私が買ったものは奥行き12センチで幅が 1.7 センチの F5 っていうサイズで、こちらは100円でした。この6点で収納手帳は作れますが、私は表紙にタイトルをつけるようにダイモのテープライターキューティコンを用意しました。先日海外文房具を大量購入したんですが、その時のレビュー動画に関してはこちらの動画をご覧ください。で、その中に剥離紙のシールがあったんですよ。で、そのシールの収納に困っていました。そしたらペンさんがコメントで収納方法を教えてくださって、その方法を取り入れながら今回は早速作ってみることにしました。私は文房具好きですけどやっぱり詳しいわけじゃなくて、なんで動画をアップするたびに自分の知らない文房具やオリジナルの使い方を教えてくださる人たちがいて YouTube 始めてよかったなーなんて思っています。いつも構ってくれてありがとうございます。今回は収納に困っていた剥離紙のシールやフレークシール、持ち運びしたいマステや切ったなんかを収納しています。まずはフレークシールから収納していきます。使うのは蓋式3段リフィル。これにこちらのフレークシールを収納していきます。フレークシールは結構バラバラになってしまうので、こうやって蓋があるものだとシールが出てこなくていいですね。海外文房具を注文した時にフレークシールをいくつも買ったので、一目でどのシールかわかるように台紙を使っていきます。ちょうどね後ろに引いてあったこの厚紙が中身をちゃんと表してくれているので再利用していきます。この一つのポケットに入るように縦6センチ横10センチに切ります。切った台紙を一つのポケットに1枚ずつ入れてあげてシールを収納していきます。ちょっとね出しづらさがあるのでパンパンにならないようにすると使う時に取り出しやすくなります。こうやってめくってみると中をね掘り出さなくても何が入ってるかわかるのはやっぱり便利だと思います。お次は切ったの収納。ここで使うのはカード収納リフィル。切ったがすっぽり入るサイズになっています。このリフィルは1枚で6個のポケットがあるんですけど、もともとはやっぱ名刺のような薄いカードを収納するものなので、薄いものであれば6ポケットやっぱフルで使えるんですけど、残念なことに切ったはねちょっと分厚いですよね。
なので1枚につき3つしか収納できません。無理をすれば入れることはできなくもないとは思うんですけど、私も6ポケット全部に入るか試してみたんですけど、こう入れてる途中でメキメキって音が鳴って怖くなりましたね。どこがメキメキって言ってるんだろうって思ったら、やっぱリフィルのこうつなぎ目の部分が剥がれそうになってたので、私はもう途中でやめました。何よりこう取り出しにくくなるので、1枚に3つがやっぱりおすすめです。こうやって並ぶときった可愛いですね。お次は剥離シールの収納をしていきます。ここで使うのは蛇腹3ポケットリフィル。もしね3ポケットファイルだったらすいません。海外文房具を購入した時に初めて剥離シールと私は出会いました。それまでその存在を知らなかったんですけど、マステだと思って買ったので、こう台紙がついてることに驚いて、いざ使ってみるとこう巻き直すのが大変で、結構扱いが難しかったんですよね。だけどこう剥離紙には剥離紙の良さがありますよって教えてくださって、皆さんこう裏にね台紙があるからこそ試し置きができるなんてことを教えてもらいました。でもやっぱりこう保管方法に困っていたんですよね。そしたらペンさんが保管方法を教えてくれました。ということで早速やってみることにしました。絵柄が切れてしまわない程よいところで適当に切って、結構この作業が時間かかりましたね。切り終えるとこんな感じになります。これをあとは蛇腹の3ポケットリフィルに入れ込むだけです。この蛇腹3ポケットリフィルにした理由はこの仕切りがあるところです。最初このジッパーケースリフィルかこっちの蛇腹ポケットかで迷ったんですけど、買った剥離紙リフィルが結構数種類買ったので、種類別にこう入れておけるのでこちらにしました。最後はマステの収納。ここで使うのはジッパーケースリフィルと園芸ラベル。この園芸ラベルにマステを自分で巻き巻きしてジッパーリフィルに収納していきます。初めてねマステ巻き巻きなるものをしたんですが、貼る側のこの園芸ラベルの方をマステとゼロ距離になるように巻くと綺麗に巻ける気がします。マステをね長く出さずに密着させる感じです。ちょっとね分かりづらかったらごめんなさい。この作業を繰り返してできたのがこちら。これをジッパーケースリフィルに入れていきます。他にもねシールが余っていたので適当に一緒に入れちゃいます。これで私のシール収納手帳は大方完成しました。ここからはおまけというか、私がよく使っているダイモのテープライターキュティコンを使ってちょっと表紙感をプラスしていきます。ダイモのテープライターはテプラの印字するものとちょっと違って、活版印刷っていう印刷技法があるんですけど、その印刷技法にすごく似ていて、厚いテープに型を押し当ててモリッとさせるタイプなので、すごくあったかみのあるラベルができます。キュティコン自体が1300円ぐらいなので結構手が届きやすいものなんですよね。ちょっとねテープが割高なんですが、テプラでよくある経過年数で縁が剥がれていっちゃうこともテープが分厚いのでないし、水や油にも強いので調味料ボトルなんかにも私は使ってます。表紙代わりのこのラベルをつけて完成です。今日の動画は100円均一のセリアで購入したロックリングバインダーで作る紙物収納手帳の作り方を紹介しました。ポッとねカゴに入れていた時よりかなり整頓されたんじゃないかなって思います。この調子でバレットジャーナルを始めたことで増えた文房具をもっと整頓して、ちょっと自分的に最高なスペースを作っていきたいと思ってます。今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や楽しかったよ、応援してるよなんていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。バッドボタンもね動画をもっと楽しくするための大きな目印になっているのでありがとうございます。いまいちだった場合は正直に押しちゃってください。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。